にちは。でもね、バズ坂へようこそ。パーソナリティサラです。香りです。フランス留学まであと18日。毎回およそ15分、私たち2人が日々の気づきや留学、異文化について語らい、緩やかに海の向こうを目指していく、そんなトークプログラムとなっております。はい。噛んじゃった。大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。もう今までいっぱい噛んできたじゃない、もう。あ、確かに。噛むなんて別に日常茶飯事そうだわね。なんですよ。もう噛んでもやめない。私たちは、負けへんでっていうところ。負けへんで。ズブトーク生きてやがるぜ。ずぶとく生きてやるでっていうところが先週のね、先週のって言ってごめんなさい。先々週の回でもね、言わしていただいてたじゃないですか。あなたのビザのお話でね。いや、はいそうですね、そうですね。はいいや、大変でしたね、ここ2週間とか、怒涛じゃなかったですそうですね、か？怒涛で、なんか2人ともですけれども、引っ越しがあったり、ビザのおっしゃった。申請があったり、あった、大変だった。ね、あとまた外務省に行って、あれですよ、アポ変なことスティエね。したわけじゃないですけど、その、書類が正式ですよっていう認証、アポスティーユ認証と言いますけれども、その手続きに行って、はい。ね、で、その間に、2ヶ月前に受けたフランス語の結果が、A1 のテストの結果が返ってきて、帰ってきましたね、ね。やっぱり不合格で、ごめんなさいね。スピーキングテストを時間間違えて受けてないっていう、ただその、社会不ポンコ適合な要ツのね。素があっただけなんめちゃめちゃ面白かった。届いたやつ、分かってたんですよ、結果で。は。そうなんです。分かってたんですけど、念のためと思ってね、開いそうたら、なんですよね。なんか、欠席とかってなんか書いてあって、もうそこね。で。もはやなんかあれですよね。なんか、ノーアンサーじゃないですけど、ノットアプライドみたいな、なんかそういうやつですか？なんかそそうでういうすね。形なんですけど、それ以外のね、結果は私たち満足できるものだったんじゃないのかな。一定以上はというところで、もええ。うほぼほぼ合格点満たす、スピーキング以外でも合格点満たすような内容だったというところで、はい。はい。また次ちょっと回ね。もうね、うん。ちょっと致命的に不せあの、不け何、欠席だったからちょっと悲しい感じでしたけど、はい。あ、ダメだ、今日すごい口が回んない。それあれじゃないですか。ちょっとお酒たしなまれながら、録音、撮影されいや、て。ちょっとむしろ足りないんじゃないですかね。確かにね、アルコールをちょっと注入して潤滑油が足りてないっていうところは、あるのかもしれないんですけれども、それか逆にアルコールをたしなみすぎて、ちょっとろれつ回らない。ちょっとそうなると危ないので、ちょっと避けていただきたい。すいません、まだ今ようやく2杯目に入ったところなので、でしたちょっとだけ注入も、はい、抑えつつでしたら参りたいと思いはい。ます。よろしくお願いいたします。はい。ね、はーい。それ以外のアップデートで言うと、サラさんは何かありますか？二人の共通の部分をお話をしましたけども。私はそうですね。今、香りが言ってくれたのと、なんかあったかな。あ、私はでもやっぱり、本当にビザの大使館が私結構前回話したんですけど、すごい大失敗をして、ようやく大使館に行けまして、ちょうど昨日、もう取りに来てオッケーですよのステータスになってたのが、本当に心から今、まだ結果が戻ってきたわけじゃないんですけど、一安心いや、したところかなっていうのと、うん、あとはちょっと仕事ですかね。うん、実はもう退職はしているんですけれども、ちょっと業務委託という形で引き続き一部業務は引き継いでいるので、その引き継ぎ作業っていうのにちょっと今やや、まだうん。対応してるかなっていう状況になっております。お疲れ様です。その間に引っ越しもされてあ、というね、そうですね。とこはい。ろでございますか？今、うん。はい、実家から取っております。そうですね。じゃあちょっとまだ日本の中でリモート収録をしているはい。というね、状況でございますね。先週はリモート収録1回目、ごめんなさい。先々週はリモート収録1回目となっていたかなと思うんですけれども、その1回目でなんと香りによるポッドキャストの音声編集も1回目というところでさせていただいて、そこの反省点が大きく2つありますと。で、1つ目が、あれなんですよ。顔を見合って普段撮影していたものですから、あの、なんとなくあうんの呼吸で
次この人こういうこと喋りそうだな、みたいなところが読めていたんですけども、1回目の収録時は、リモートの収録の1回目の時は、なんて言うんだろう。顔を見ずに音声だけで通話しながら音だけ取っていたというところで、なんとなく2人同時に話し始めすぎちゃったな、みたいなところもあったかなとか、あとは単純に音声を重ねずに全部、なんていうんですかね、編集時に私の発言をちぎって、サラの発言をちぎって、1分単位でちぎって貼って、ちぎって貼って、ちぎって貼って、ちぎって貼ってってしたもんですから、もう、大変。なんて言うんだろう、違うんですよ。違うんですよ。そんなのね、年明けちゃいますよっていうような編集の仕方をしていたんですよね。はい。その中でね、なんだろう、お互いの音声にお互いの声が入っているっていう、なんていうんですか、通話しているはずなので、聞こえないはずなのに、サラの音声の中に香りの声が聞こえている、なんか多分音漏れでとか、その逆もあったりとかしてっていうところでいろいろ学びもありながら、こうやったらちょっと効果的かつ効率的にできそうみたいなことを先ほど私たち話し合って、今は、顔を見合いながら、はい、収録をさせていただいております。ね。なんか久しぶりにお顔見れた気がしますわ。ね、本当にお顔見てるんですけれども、今はですね、エフェクトをかけながら、Google Meet で通話をさせていただいているので、サラさんのお顔がですね、なんか目玉焼きの中にメイク振り抜かれて、かわいい。かわいい。ね、人になっていて、ちょっとこれを、あれにしようかな。トップ画というか、カバー画像にしちゃおうかあ、いいかもしれな。ない、そう、いいかカもしれない。バー画像にして、私は、いちごになっておりますけれども、で、それぞれテンションを上げて、撮影をさせていただいているよというところになりますでしょうか。はい。いや、本当に編集作業本当にありがとう。なんかいろいろご負担をおかけして思って申しいる以上訳ない。ありに、がとう。思っている以上にね、楽しかったんですけれど、iMovie で編集を、させてもらったんですが、画像を載っけたその上でしか音声を重ねられないという、おそらく多分、慣れていらっしゃる方だったら、ご存知のことだったんだと思うんですけど、その情報にたどり着けなくてですね、ちぎり張りをして、でもただちぎり張りの技術がこの1週間で上がったんじゃないかなとポジティブに取られて、はい、やらせていただきたいなと思っております。従いましてですね、1週間公開がない週が、先週ございましたけれども、その言い訳を YouTube と Podcast、Spotify にさせていただいておりますというご報告をもって、アップデートとさせていただきます。すいません。ちょっと最大限、うん頑張っていきたい所存なんですけど、いろいろ重なりましたのと、はい、本当にちょっといろいろ探りなので、そうですね。頑張りましょう。頑張りましょうありがとうございます。はい。楽しんでいきましょう。楽しんで頑張るじゃないね。楽しんでいそう、きましょう。楽しんで、無理をせず、頑張って楽しんでいきましょうか。はい。そうですね。もう無理はいっぱいしてるんですよ。そうですよね。お仕うん、事のね、でも、ところも。そう。うん、頑張りたいものをちょっと選んでいきましょう。そうですね。はい。ね、おはい。互いに勉強と仕事と、向こうでの、フランスでの新しい生活とが、重なる8月になってくるかなと思いますが、その土台になるのが、メンタル面も含めた体調になるかなと思いますので、そこは励まし合いながら、だから老後の2人みたいな話になってきた。ね、なんか30代になってからやっぱ体調の話題もね、増えますよね。そうですよ。もう本当に薬をね、合計5万円ぐらい買い占めました。そういえば。何の薬？なんて言うんでしょう、葛根湯であるだとか、頭痛持ちなので頭痛薬であったりだとか、あと、大事だ。ちょっと不眠になる時が、ね、寝つけない時があるので、その不眠の、お薬を念のため病院にもらいに行ったりだとか。ああ、そっか。なんかまあそういったところとか、風邪ひいた時の風邪の総合干渉薬ですか？はい。だとかっていうのとかを、あと生理前のね、PMS の不調とかも避けたいなとかで、はい。いろいろと、ちょっとバッファーを持って買いますとですね、はい。合計4万円、5万円ぐらいになりましたかね。はい。そっか。まあでも保険適用がね、まだ効く間にやった方が絶対安いものそうなんね。です。
うそう。ん。というところで、素晴らしい。はい。10分ほどアップデートに使ってしまって恐縮ではございますが、サラさん、今日は何をお話になりますでしょうか？はい。今日はですね、いろいろもちろんね、こうやっていろいろ頑張ってるところもあるんですけど、結局結構自分でハンドリングできないところって結構あるじゃないですか。ええ、そんな時に運頼みというとそうころで、です。今回はちょっと占いって結構あれっていいよねっていう話をちょっとさせていただいていいですか？そうですね。私も日々お世話になっておりますし、占いを全部信じるっていうのではなくて、使い方が大事っていうことかなと思っております。サラさんはいかがでしょうか？そうですね。信じるもの、信じる結果と信じない結果が正直あって、いいことしかほとんど信じないんですけど、でもね、いいことが書いてあったら、なんかそれだけ、今の私いけてるから、頑張れるからってうん。いう感じで、どん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 多分加速できるところは正直あるかなと思うので、実力を味方につけるっていう意味でも、運も実力のうちというテーマでいや、話していきましょうか。そうですね。ちなみに直近だと、うん。どんな占いをされましたか？サラさん。私はですね、今日しました。できたってこと？いや、うん。本格的な占いとかじゃなくて、うんうん。簡易的なこうオンラインとかで、8月の運勢を見るみたいな感じで、今日運勢見に行ったところ、8月はなんか結構旅に向いているあら、時期らしいので、ええ、ええ。そう、8月のうちに留学行けるってことも人生もうかなり好転するんじゃない、変わるんじゃない私って、いやちょっと今はウキウキでございいや、ます。素晴らしい。それって、なんかちょっとなんていうんですか、怖い風に捉える占いっていうだけで、例えば、男性、女性で分けるわけじゃないですが、まあ、なんていうのかな。女性の方が占い好きが多いと一般的に言われていますと。で、男性はそこまでじゃなくて、占いしてる女子っていう男性の声を、私は個人的には聞いたこともあるんですけれども、なんだろう。ある種、そのいい答えを信じて行動する力って大切だなと思っていて、で、かついい風に捉える力って人生でもめちゃくちゃ必要だなとうん。思うので、例えばよく言われる話で言うと、コップの中に水が半分入っていました。半分しか入っていないと捉えるのか、うわ、まだ半分入ってるじゃんって思うのかみたいなところなんですかね。大事だなうん。と思ってますが。うん。そうですね。だから占いでも、もともと占いとか好きでした？そうですね。私いつぐらいから、もともとっていうとそうでもなかったかもしれないですね。うん。高校生、大学生に差し掛かるくらいまでは占いにはご縁がなくって、かどちらかというと怖いみたいな勝手にイメージをうん、持っわかる。ていたのかもしれない。今みたいにオンラインでできるとかも、高校とかであんまなかったかなと思っていて、大学くらいからかな。多分そういうのがうん。出てきたのが。で、社会人になった時に、なんかオンラインでもできるよだとか、あとなんか、ちょっと前だと、細木数子先生のう六星ーん。占術がどうだとかっていうので見るようになって、お遊び程度で、昔で言うと動物占いとかしたりはしてましたけど、なんかがっつりじゃあ、いい方に捉えようみたいなところまで今みたいな使い方してなかったかなっていうところかな。うんうんなるほどなうんうんるほど。うんうんうん。私もなんか怖いってさっき言ってた感覚すごい近くて、多分結構、人の言葉とか信じすぎるたちうん。だから、占いを多分変な風なんか、何かネガティブなことを言われたら、すごい多分食らってしまう性格だなと思ってて。だからそういった意味ではすごい怖いなと思ってたんですよ。で、占いの印象も正直横浜の中華街の方に行って占いするとか、ええ、ええ。友達の付き合いで台湾行った時に占い受けてみるとか、そういうことは正直なんか何回かあって、内容はでもほとんど覚えてないか、一部覚えてるけど、なんか信じてない、うん、うん、信じなかっうん、たうん。のがあって、その時は正直占いあんまり好きじゃないなって思っていました。そうですね。なんて言うんでしょう。うん。ちょっと古い占いのイメージで言うと、対面で、もともとね、お会いして、で、お金ちょっと高めに取られて、そで、う。もっと悪いイメージで言うと何か、
占いの水晶みたいな買わされるんじゃないかとか、ちょっとなんかいろいろ物買わされるんじゃないかとか、まあね、うん。もうちょっと芸能人の方とかでもなんかこう、そう、洗脳にかかったみたいなね、噂をね、ニュースうん。で見たりだとかっていうこともあったりとかで、勝手にそういうイメージがついちゃったりしているんですけれども、最近だとやっぱり統計学に基づいてやってる部分があるんだなとか、どの占いに関してもっていうところで、もちろん当たるも八卦、当たらぬも八卦みたいなところはあるんですけれど、まあ、ある種論理的な部分もありながら、ね、信じるものを信じていけましょうっていうところで、自分のちょっとしたガソリンにうまく使うならありなんじゃないかなってとこですかね、サラさんも。うん。うん。うん、そうですねそうですね。多分転機となったのが占いっていう、ちょっとそのくくりには入るかどうかわかんないんですけど、それこそ去年かな、今年か。うん。多分強烈にいいなって思い始めたのは今年おからで、それこそ一緒にお参りしたタイミングとかかあ、なと思いあ、ます。私たち2人で年始にね、行きましたね。う東京大ん。神宮様に一うん。緒に行きました。まだ受験中だったので、その、幸運を祈ってみたいなところも兼うん。ねて、あとね、厄年でもあるというところで、そういった観念で、心願成就と厄除けの2つの意味で、東京に私たち、住んでいたので、じゃあ東京大神宮様に行っておきますかというところで、2人で行きましうん。たね。はい。うんうそれがいん。でいすね。天気になったっていうことですか？ちょっと嬉しいご報告。うん、だと思います。なんかこう、なんだろうな、こう決定的になんかそこですごい衝撃的な体験をしたわけではなくって、どっちかっていうとお参りする時の作法を香りに教えてもらって、それを意識するようになった時に、あ、なんか神頼みというよりは自分の宣言をするところなんだ、ええ。自分の棚卸しをする場所なんだって思って、多分それが私の感覚にすごい近いなと思って腑に落ちたってあ、いうのがうん。あの、うん、正解なのかなと思ってます。なんかどうしても神頼みっていう風に捉えると、なんか自分自身が地に足ついてない感があるというか、うん、うん、あったので、サラもそう思っていたのかなと思うんですけれども、それこそそのお参りの作法を意識したのって何かで、昔テレビで、誰だろう、江原さんかなの、番組、スピリチュアルの番組を何かでちょっと見たりとかしたときに、その作法についておっしゃられているのを見て、あ、じゃあやってみようって思って、大学ぐらいからかな、やり出したんですけれども、サラが実践してくれたところで言うと、まずお参りするときに、なんて言うんでしょう、自分の住所を言いますと、二礼二拍手一礼した後に、私、何々と申します。名前何々と申します。で、住所どこどこに住んでおりますと、一応私マンション名とかまで言うようにしてます。探せないっていう話だったらしいので、はい。でね、同姓同名が結構多いもんですから、一応言うようにしておりましたと。で、そこからがサラが言ってくれた、神頼みじゃなくて宣言のところになるんですけれど、その前に先日は、こういうところでお参りをさせていただきましたが、そのおかげで、私、こんなチャンスをつかみ取ることができました。ありがとうございましたってお礼があればそのお礼をして、で、私は来月に、試験が控えておりますと。で、今準備をしておりまして、必ず何点以上取るという、覚悟を決めて毎日このように勉強しておりますと。で、どうか、その結果を必ず超えるように努力はし続けるので、どうかお見守りくださいみたいな。私はこうできることはすべてやります。で、それを具体的に言います。で、それをどうか見守っていてくださいねという言い方が、あの、なんていうのかな。他人頼みじゃない、運任せじゃない、神頼みすぎない。ただ、感謝を伝えて見守ってくださるっていうみたいなところが運につながってくるんじゃないかなと個人的に思っています。うん、うん、うん。そうですね。なんか今までは私作法も知らなかったし、なんか誰にお願いをしてるのかもほとんど意識をしてなかったから、もう近いもので言うと、
小さい頃とかは結構その他界した祖母の名前をまず唱えて元気ってこう心の中で声をかけながら最近の近況の報告となんかこんなことしたいんだよねみたいなうん、今度旅行行きたいんだよねとかなんか叶ったらいいなみたいなことをこういつもお願いして終わるうん、たんちゃん、ちゃんちゃんみたいなうん、感じだったんですけれども、なんか今年からは本当にその、言ってもらえた作法をちょっと試しに実践してみようかなと思ったところ、やっぱり一回宣言すると、そういえばこの前あれ宣言したからちょっとちゃんと頑張ろうとか、あとは、次になんかこう近くに神社があって、お参りに行こうかなっていう気持ちになった時に、そういえばこういうことがあってっていう自分の中でもやっぱりある程度その前回お参りしたタイミングからの振り返りも自分の中でできますし、うん。シンプルに通う頻度も上がり、自分の宣言をしたいと思うことも増えて、すごくある意味プロダクティブになれたのかなと、私いやー、の場合は素晴ら思えてしい。るんですよ。何か私のちょっとそう。した一言で、そんな風にいい、サイクルが、うん。できてよかったなと思いますし、これって結局神様がどうかっていう話を除いたとしても、アファメーションじゃないですけど、なんていうんですか、自分自身で、自分自身はこういう風にやるんだっていうところをよりこうブレイクダウンして何やるべきなんだろうって考えるきっかけ作りになってるから、だから結果的に、あの、自分がやりたいことが叶うってことなのかなとも思ってます。それってうん。何回か前に、引き寄せの話をちらっとしたかなと思うんですけれども、感覚でやりたいことを決めたら、最大限にそのやるべきことをブレイクダウンして、それを一つ一つやっていくことっていうのが引き寄せにつながってくるかと思いますっていうお話を、大学院受験に絡めてお話をしました。で、この話は、その今のね、神社の話でも共通かなと思っていうん。て、宣言をして、そのためにこうしますっていうことで、そういったの論理的に考えながら宣言していく力って、おそらく大学院でなんかエッセイ書くときとか、面接で何か話すときとか、あるいは日常でお仕事するときとかもね、きっと役立ってたんじゃないのかなと思うん。うので、で、それが結果的にいろんな人たちに宣言することにもつながるので、じゃあこのサラ、香りをこんな風に手助けしたいなっていう人を引き寄せて、で、うん。おそらく神様も見守ってくださっていて、ご先祖うん。様も見守ってくださっていてっていうところに、が運になってくるのかなとうん。思いますね。うそうですね、ん。確かに。なんかこう、今年はなんか頑張りたいと思えることもやっぱり増えたのもあるんですけど、今本当に言ってくれたアファメーションうん。にもなってるかもしれないんだけど、なんかちょっとスピリチュアルな話もしていいですか？どうぞどうぞどうぞ。大事ですから。うん。私今まで結構今日を引く回数の方が多分人生実は多くて、うん。うん。いやもちろん吉、中吉から大吉みたいなことをこう集めて、それと比較して今日が多いかっていうとそういうわけじゃないんですけど、単体で引くものが多分今日が一番多いかもしれないうん。人うん。間なんですよ。うん。うん。うん。なぜか。うん。でも今年は実は今日1回も引いてなくて、多分もう5回ぐらいおみくじ引いてるんですけれええ、ええ、ども、ええ。ええほぼほぼ大吉。いや、多分ほぼっていうか全部大吉なんじゃないかな。京都にね、一緒に行った、そのフランス語の試験をうん。受けるために京都に行った時も確か、そのようなことをおっしゃっていたような気もしながら、うで、その時もんうん。今日ではなかったですし、大吉だったかなと思うので、で、それうん。も、なんて言うんでしょう、今言ってくれた宣言の結果なのかもしれないですし、なんかそういうふうに、行くことによって、特にパワーがある神社とかもあるのかなと思うんですけど、だから直うん。感が冴え渡るようにもなるかなって勝手に、ちょっとスピリチュアルへ関連の話になると、え。ちょっと怪しまれるかもしれないですが、私は、思い込んでまして、うん。特に一緒に行った東京大神宮うん。は、かなりそういう力が強いんじゃないかなと勝手に思ってまして、そこで宣言をほぼ毎月のように行ってたんですけれども、お参りをわあ、してうん。宣言をするっていう活動をしてたんですけど、そうすると結構そう、ここでおみくじを引いたことが当たるだったりだとか、あと、うん。今日何々ちゃんから連絡来るかもなって思うと本当に来たりだとか、だからなんかそういうちっちゃいことで言うとね、ちっちゃいうん。ことで言うとそうだったりだとか、じゃあ次こういうことしたらいいかもって言うと、それがうまく自然といったりだとか、ちょっと、なんていうんですか、言語が難しいんですけど、なんかそういうね、
ことも、そういう世界ももしかあるのかもなとへ思うきっかけにえ。なりました、私は。いや、うん。あるのかもしれない、あるのかもしれない。うん。確かに直感が鋭くなるって、もしかしたらあるかも。うんうんうん。すっごいくだらない話なんだけどさ、今日、私すごいお気に入りの、ハワイアン料理屋さん、もうほんとにこう、ふわふわパンケーキの上に生クリームほわんとか、そういうのももちろん好きなんですけど、うんうん。じゃなくて、もう暴力的にいっぱいお肉とへえ。米とうん。バターとみたいな、もう地元のロコのハワイの人たちが食べるご飯を出してるお店が都立大にあるんです素晴よ。らしい。うん。そうで、今日たまたま都立大の方に行くことが予定があったので、もう絶対ランチそこで食べようと思ってたんです。でもなんか心のどこかで、そこででも私、ここでもしハワイ食のこの食欲を満たしてしまったら、あの、いハワイに行く気持ちなくなるかもなみたいな。なくなることはないんですけど、ちょっとなんかなくなるモチベーションややちょっと収まるかも、うんなんかうんこれだけうんうん。行きたいと思ってる気持ちやや収まっちゃうかもなって思いながら、でも今日は絶対食べるって決めたからと思って向かったんです。で、向かって、Google マップでもちゃんと営業してるなっていうのを確認した上で向かったんですけれど、なんと行ったら、ちょうどその日、なんか高島屋かどっかでポップアップ出してるから、ええ。今日はおりませんってなってて、はい。あ、も私はもうハワイアン料理はハワイで食べようというおぼしそ飯なうですよ、のだと思っそうて、いうことはい。なんですね。ただ、もしかしたらそれが同じ現象がサラじゃなくて別の方に起こったら、もしかしたらこんだけ食べたかったのになんなの私すっごい不幸ってもしか思った人がいたかもしれない。そっかそそう。っかそっかそっそう、か。でも、要は、占いもね、一番初めの話に戻っちゃいますけど、占いであれ、その神社で宣言して、とか神社でおみくじの結果であれ、なんていうんですかね、自分の捉え方をポジティブに、もうちろんーん。辛いことを何でもポジティブに捉えろっていうのは違うかなと思うんですよね。辛いことは辛いことでそのままで咀嚼して、で、そこまで落ちきってから上がってくるっていう方が自然かなと思うんですけれど、ただ、悪い風にバカ捉えてても仕方がないみたいなところも同時にあるので、なんかそういう捉え方をする練習の場がうん。占いであり、神社であり、その神社の作法であり、なのかなと思っておりますが、まあもともとね、サラはその神社の先ほどの作法をね、今年になってやり始めましたって言ってくれたけど、もともときちんとポジティブに捉える力がしっかりとある子だなと思っていました。本当ですか？うん。嬉しい。嬉しい嬉しうん。い。うん。なんかそれは、なんて言うんだろうな、その人に対しても、2、3回前に、なんだろうな、人との関係性についてのね、深い回を持ちましたけども、我々、その人のいいところを見つけるのがうまい子だなと。まあ、そういうところが好きでお友達になりたいわと思ったんですけれど。キャー、キャ嬉ーねえ、こんなしい。イチゴの顔に言われても、あれか。すごい、私のプレートがそう揺れ動いてる。イチゴの顔とね、目玉焼きの顔で今収録しているんですけれど、何の話っていう方はカバー写真を見てくださいね。はい。インスタグラムにもあげようかなと思うんですけど、はい。いいですね、これすごい可愛い。ね、ちょっとテンション上がね。るけど、そうなのよ。ね。だから、その力がもともと多分あったから、その、占いの悪い面に引きずられることもあまりなく。で、じゃあポジティブに捉えて、じゃあこういう行動を起こしてっていう方でうん。動かしながら、うん。神社のお参りにも確かに。行かしていただいたんじゃないかなと。そうですね。逆になんか占いで嫌なこととかあったりしませんでした？あ、あるんですけど、私ね、忘うん。れられる能力が素晴らし高くい。もう切り替え力が素そ晴らうなんです。しいよね。なんか多分、きっとごうん。飯食べてないからなんだわ、みたいな。ちょっとすごい都合いい。そのお相手が、そうそう、ちょっときっと、多分うん。ハングリーなんだなみたいそうそう、な。私自身がね。そう、私う自んう身が、そう、ん。私なんか結構、占いするタイミングって、なんかちょっと隙間時間できたな。じゃあちょっとそのオンラインのやつで、まあ、ゲうん。ッターズさんとかやってみようかな、みたいな、そういう感覚でやることがあるんですけど、うん。椎茸占いとか。あうん。とはなんか、
タロット占いとか、オンラインででうきるやん。つを、暇つぶしみたいな感じでやることがありますと。で、うん。それで悪い結果が出た場合、なんか多分きっと今、私自身の力がなんか弱まってんだな。ご飯食べてないからじゃん、みたいな。絶対よ、それ、みたいな。寝てないし、ご飯食べてないとダメ、人間って、みたいな話で、大概、寝てないか、ご飯食べてないか、何かしらでうん。機嫌を損ねてるか、みたいな、勝手な思い込みかもしれないんですけど、そういうどれかなので、それね、それそれ、みたいな、っていう感じで消化して忘れちゃいますし、悪い結果が出ても確かにね、ちょっと調子乗ってたかもしれない私とかって、うん。思いながら、そんなこともあるわよって言って、で、何回かやってみて、で、例えばその時に3回ぐらいやってみてですね、で、3のうち2がいい結果だったら、じゃあいいじゃん。人生100いいことなんてねえんだしと。6割6分いいんでしょじゃあもう大丈夫みたいな感じで思い込むようにしてます。いや、何ですか、いなし力っていうんですかね。なんかいいところだけもちろん聞いた上で、でも別に悪いことも別に全く聞いてないわけじゃなくて、自分の身になるアドバイスはちゃんと聞き入れ、あとはもう本当に自分でどうしようもないことは、自分の価値が落ちたとか、そういうことではなくて、ただただ今の私のコンディションが、今日じゃなかったんだなっていうそうですよ。そうです。流せるそう力、なんですよ。流し力、いなし力結果ね、自が分のね、ことしか、強靭。ね、ごめんなさい、うん、かぶせちゃった。結局、自分のことしか変えられないじゃないですか。なんで、うん。反省すべき点は食べてじゃない。どんだけ食べたいんだ。食べたいのよね。そう、何でも食べたい何でのよ。も食べたい。反省すべき点を反省して、美味しいものを食べて、寝るとき、カーって寝て、うん、笑って、で、仮に、その占いの結果が、本当にクソみそに悪かったとしても、それによってサラが今言ったように私の価値が変わるわけじゃないし、じゃあうん、その恋愛の部分にね、すっごい悪いことが書かれてたとしますと。仕事の部分に人間関係も悪くなるでしょうみたいなこと書いてあったとしますと。それでも私の価値が下がるわけじゃない。うん。なので、じゃあ美味しいもん食べて、どっち転んでも美味しいもん食べて、寝て、やれることやる地盤を作っておきましょうねっていう感じで。いや、いいっすね。うん。いや、逆になんか占いでさ、人間関係悪くなるでしょう、あなたの運勢最悪ですとか、うん。あとはなんかもう寝て待てとか、なんか勉強するなとか、たまに、あんまりなんかこう神社のおみくじで書いてあることはないんですけど、よくその街頭でやってる占いとか、うん。面白半分で友達と受けたりすると、結構その占いをされる方の思想が強い方だと、それがすごい滲み出てる確か瞬間があって、に。うん。なんかこう、極端に言うとなんか、ちょっとレイセスなのかなって思ったうん。りとか、うん。ちょっとうん。うん。男尊女卑の人なのかな、もう、女なので、適齢期だと思うので、もうさっさと相手を見つけて結婚しちゃいなさいよとか、あら、そんな変に勉こと強しなくていいからみたいな、いやいやいバカ、やいやバカっいやいや。ぽいキャラで生きなさいとか、いや、そういうアドバイスを、そう、うもらったことがーん。ありましうて、ん。なんかそういうのはバカ本当みたいっすよ、本になんか、当に。うん。ね。そういう占いもあうん。るんだなっていう、ちょっともやそうっとしたですことはありね。ました。そうん。それはその方のお考えなので、占いというよりかっていう感じがね、ちょっとしちゃいますね。しちうゃいますねっん。ていうのと、なんだろう、何で見たのかなあれかな、三輪明うん。宏さんの、江原さんの番組を昔見てた時、また江原さんの話出しちゃったけど。そこで、語気がすごく強くなる。あなたがそれこそ絶対悪い風になるわよ、みたいな、そんな風な占いっていうのは、全部偽物です、みたいなことをおっしゃってた時がありまして、占いとかそういうものっていうのは、何か、その、なんていうのかな、日常の生活の知恵というか、どうやったら良くなるんだろうっていうことを引き出すための道具になうん。るので、あなたこのままだとね、地獄に行っちゃうわよみたいな地獄に落ちるよみたいなフレーズ昔流行りましたけど、それっていうのを決めることは人にはできないといううん。話のようなので、うん、なんていうのかな、そこは本当に右から左に受け流しつつ、うん、あの、そこは偽なんじゃないかなっていうところでさらっと、うん、うん。さらりと。フラッシュしちゃいましょう。うん。
本当ですね。もうさらりとブラッシュして、そうでなんかす。唯一覚えてるのは、なんか同じ方が、あなたはこれから本当に羽ばたくから、すごい黄金よ、あなたのオーラは黄金だから、もうすごいいい人生になるから、うん。そこだけ私は信じてますそうでね。すね。いや、ならないわけなくないって話で。まあ、占いをポジティブに捉えつつ、ね、直せる部分、なんてうん。言うんでしょう。例えば人への感謝を忘れないようにした方がよろしいですよとかってもう絶対ずっと必要じゃないですか。なので、そういうところを言われたとしたら、私は素直に受け取るんですけれども、うん。うん。なんかもう、さっさと結婚しちゃった方がとかっていうのは、そうでっかっていう形で、そういうご意うん。見もって感じでさらーっと、うん。あなたこの必ず人間関係が悪くなるわよ、みたいな、必ずなんて、ね、あの、はいって感じで受け流してはい。はい。っていう、そういうごはい。意見もあるんですね。はい。はい。面白いです。世の中広いです。ねっていう形で受け流して、で、結果的に、いろんなそのパラレルワールドで広がっていく世界の一つが占いの結果なのかなっていうところで、そのうん。占いのいい結果はそのまま信じて、その通りに行動していって、悪い結果を外しに行けばいいと思っているので、ううん。その土台はやっぱりもうシンプルなのかなと思ってます。もう食べる、うん。寝る、感謝するうん。っていうところ、それの土台を忘れずに自分自身のことを信じてあげる。うん。で、行動に移すっていうところがベースになってくるかなと。本当ですね。うん。食べる、寝る、感謝する。マジでそうですね。結構それ本当ベーシックだけど、何か一つおろそかにしてしまうと、本当にバランスがね、体力的にもそうですし、メンタルバランスも崩れるから、そう大事にしていきたいですね。大事にしていきたいです。もちろんね、ずっと一定の人なんていないし、特に女性の場合は、なんだろう、男性女性って言いたいわけじゃないんですけどもね、ホルモンバランスとかもいろいろ月の中でも変化してっていうことがあると思いますから、そういうものはあると思いながらも、あれ、じゃあ今一度食べること重視しよう、寝ること重視しうん。ようとか、で、じゃあ、ね、あの人のあの言葉大事にしようとか、感謝しようみたいなところを振り返るという点で、占いを使う、うん。うん、のがいいのかなと。大事なことを思い返すツールとしてね、うん。うまく使っていきましょう。いつそうもあしましょう。りがとうございます。こちらこそでございます。いつもありがとうございます。くるっくるっくる。このいちごの顔、怖いね。ごめんなさい、なんかちょっといちごさ、通じなくて。微妙に鼻がないんだよね。多分私のこの目玉ねえ。焼きプレートもそうだけど、鼻がないと人間ちょっと怖いのかもし怖れん。いですね。ちょっと、この何の話ってなってる方は、ぜひ、Google Meet で背景とエフェクトからフィルターでイチゴを選んでいただきつつ、目玉焼きとイチゴをね、選んでいただきつつ、何をこの人たち言ってるんだろうといったところを実践をしてほしいなと思います。はい。楽しい、これ。楽しいね。これずっとやれるね。これね、なかなか、私結構会社が3つ使ったりするんですけど、さすがにここまでふざけたフィルターは使ったことがないから、ちょっと今日はこれ楽しいです。ね、さすがにいくら自由な時代と申し上げましても、これ顔わからないですしね、ちょっと顔見えない人信用できないかなっていうところはビジネスだとあるかなと思うので、ね、ちょっと今私たちはもうお互いの顔知ってる状態で話して、口と目は見えてるので、なんとか疎通はできますけれども。もう夢中、ごめんなさい。フィルターの話を、はい。見もできないフィルターの話にすいません。花が咲いてしまいましたが。ところですが、まあ、要ははいその運も実力のうちなんですが、そうするためにもベーシックな部分を大切にして、それを思い出すために占いであるだとか、神社であるだとかのお力を借りていきましょうっていうお話でございました。そんなところでしょうか。そんなところですかはね。じゃあ今回はここまでにいたしましょうか。はい。では、ネイバーズ坂では皆様からのメッセージをお待ちしております。もし質問やコメントもあれば番組メールアドレス、ネイバーズ坂@gmail.com、ネイバーズ坂@gmail.com 宛てにお送りください。Spotify、YouTube、Podcast など番組ページのフォローも引き続きよろしくお願いします。はい。それではまた金曜日、来週の夕方5時にネイバーズ坂でお会いしましょう。ここまでのお相手は香りとサラでした。おばばおばばー。ー。素晴らしい。
いちごのおかげで、いちごと目玉焼きのおかげで会いましね、た。会いましはーい。た。イエイエーイ。ーイ。ちょっと